琴の葉姉妹の一口 AI ミステリー総集編やで。この動画はショート動画として公開している琴の葉姉妹の一口 AI ミステリーを5問分まとめた総集編です。問題編が終わると続けて解決編が始まりますので、ゆっくり考えたいという方は各自で一時停止をお願いします。 AI が考えた問題やからまっとうなミステリーは期待せんで、肩の力を抜いて主張してな。雨上がり、カニと鏡。雨上がりの朝、アパートの一室で若い女性が死亡しているのが発見された。遺体は化粧台の前に座るような姿勢で倒れており、床には割れた香水瓶となぜか生きたカニが一匹腹を上にして落ちていた。鏡には手でこすったような不自然な拭き跡が残っており、その一部にはまだ指紋がうっすらと付着していた。窓と玄関には施錠の痕跡があり、争った形跡もない。ただ玄関の内側にだけ雨水で濡れた靴の足跡が一つ残されていた。警察はこの状況を見て、これは事故や自殺ではなく他殺であると判断。犯人もすぐに特定された。問題。警察は何を手がかりに事件性と犯人を見抜いた？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。カニの時点でなんか雲行き怪しない？雨上がり、カニと鏡。今回の事件で警察が注目したポイントは3点ありました。1つ目は雨水の足跡が1つだけ残っていたこと。足跡は外から入ってきた人物が残したもので、部屋の中には乾いた足跡は一切ありませんでした。つまり外から入って殺害してすぐ出た以外に説明がつきません。2つ目はカニが腹を上にして置かれていたこと。カニに慣れている人なら自然に腹を下に置くはず。腹を上にするのはカニを扱い慣れていないものの雑な偽装工作だと考えられた。3つ目は鏡のこすったような拭き跡と残された指紋。普通は円を描くように拭くのに不自然な手形のこすり方でした。つまり慌てて指紋を消そうとしたが不完全だったという証拠です。この3点から犯人は外から侵入しカニを置いて自殺に見せかけようとしたが、雑な偽装と拭き残しの指紋によって犯行が露見したと判断したのでした。遺体発見直前に玄関の監視カメラに映っていた人物が逮捕されました。犯人はカニを扱ったことのない元交際相手の男でした。カニ初心者なのが敗因だったんやな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？ AI がやったことやから堪忍な。次回予告。浮かぶサイコロ。落ちたのは命。犯人は楽しんでいた。次回無重力ゲーム。デュエルスタンバイ。無重力ゲーム。宇宙船エウロパのコクピットで乗組員の一人平野が死亡しているのが発見された。彼は頭部を強く打ち意識を失っていたが、船の AI が早期に異常を検知し緊急モードで救助要請を送信。命に別状はなかった。事故か事件か現場の状況は奇妙だった。コクピット内には無重力でも物が動かないよう設置された固定スロットがいくつかあり、その一つにサイコロが1の目を上にしてぴったり収まっていた。平野は仲間内で暇さえあれば
サイコロで遊んでいることで有名だった。ただし彼が倒れていた位置はそのスロットの真下であり、周囲には他に物音や異常な挙動は記録されていなかった。調査に当たった宇宙保安官はこの状況を見て、これは事故ではないと断言した。問題。保安官は何を見て事件だと判断した？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。平野が無事で何よりやったな。最初は死亡してるって言うてなかった？無重力ゲーム。保安官が注目したのはサイコロのデメと1でした。サイコロは重力のない宇宙船内では自然に転がらず、スロットに入れて使うよう設計されています。しかし今回の事件では1の目を上にしてスロットに完全に収まっていました。つまり犯人がサイコロを意図的に設置したという証拠。さらに平野が倒れていたのはそのサイコロの真下。犯人は平野が好んでいた遊びを利用してスロットを見上げるよう誘導し、上から鈍器で襲ったと考えられた。いつもの遊びを装った罠。そこに残された不自然な1の目が犯人の計画性を物語っていたのでした。犯人は無事に捕まったんかな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。この宇宙船で生活を続けないといけない平野がかわいそうや。次回予告。飲みかけの瓶、歪んだ踏み台、そして誰も見ていなかった放課後。体育館で倒れたのは彼の不注意か、それとも誰かの計算か。次回、体育館の影。デュエルスタンバイ。体育館の影。放課後の体育館で男子バスケ部の部員朝日が倒れているのが見つかった。彼は右足首をひどくくじいており、近くには割れた照明カバーが落ちていた。体育館のバスケットゴール付近には踏み台が置かれていたが、位置がやや不自然だった。目撃者はいなかったが、事故現場のすぐ横にあったベンチには半分飲まれた栄養ドリンクの瓶が置かれていた。朝日は部内でも無理してでも練習するタイプで、怪我にも鈍感だと言われていた。彼は発見時強く頭を打って一時的に記憶を失っていたが、意識は無事に回復した。当初は事故として処理されかけたが、顧問の教師はある点に違和感を抱き再調査を指示。そして事件は事故ではないと判断された。問題。教師は何を見てこれは事故ではないと判断した？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。バスケットゴール付近に踏み台が置いてあるのがそもそも不自然やない？体育館の影。教師が注目したのは栄養ドリンクの瓶の位置でした。朝日は倒れた際に右足首をくじいていました。もし彼が踏み台から落ちた事故だったなら、衝撃で瓶も倒れるか、少なくとも飲みかけのドリンクは散乱していたはず。しかし瓶は倒れずきれいにベンチに置かれ、しかも蓋がしっかり閉まっていました。さらに朝日は記憶を失っていましたが、瓶のラベルには彼の名前が手書きで貼られていました。これは他人がわざわざ置いたことを意味していたのです。つまり瓶は朝日が自分で飲んでおいたものではない。犯人は朝日がドリンクを飲んでいる最中に起きた事故に見せかけようと後から瓶を置いたということ。しかし
あまりに丁寧に置かれすぎていたことでかえって不自然になった。さらに踏み台の位置も本来の整備位置から微妙にずれており、誰かがわざと仕掛けた罠と判断されました。無理をする彼の性格を逆手に取った偽装事故だったのでした。バスケットゴール付近に踏み台があること自体は当たり前な世界観だったんやな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。ドリンクを飲んでる最中に踏み台から落ちる事故って何なんやろ。犯人は朝日ならドリンクを飲みながら踏み台に乗るって思ってたんかな。次回予告。毒も凶器も見つからない。だが殺意は香りに紛れていた。密室に漂う甘い香り。死を招いたのは笑顔で差し出された手のひらだった。次回、密室と香り。デュエルスタンバイ。密室と香り。深夜のオフィスビル。清掃員がフロアの巡回中、とある会社の会議室で男性社員永瀬の遺体を発見した。部屋は内側から施錠されていた上、防犯カメラにも異常はなし。状況から警察は一時自殺の可能性を疑った。ただ現場にはいくつか気になる点があった。永瀬の遺体は会議テーブルに突っ伏すような姿勢で倒れており、右手の手のひらは机の上に開かれたままだった。そしてその手のひらのすぐそばには空になったコーヒーカップが一つ。周囲には薬品や毒物の容器は見つからず、室内に目立った異常はなかったが、第一発見者である清掃員がこう証言していた。部屋に入った瞬間、ほんのり甘ったるい匂いがしたんです。なんだか香水みたいな。警察はその証言に注目し、これは自殺ではなく他殺だと判断。やがてある社員が容疑者として浮かび上がった。問題。警察は何に注目してこれは他殺だと見抜いた？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。今までで一番まともそうな謎やな。密室と香り。警察が注目したのは被害者の手のひらの状態と香りでした。まず部屋は密室。しかし遺体はコーヒーカップのそばに倒れており、手は手のひらを上にして開かれていました。もし毒を自ら摂取していたなら、苦しみから手を握るように力が入るのが自然です。しかし実際には力なく開いた手のひらの上にわずかに液体の香りが残っていました。清掃員の証言した甘ったるい香りは犯人が用いた揮発性の毒物に含まれた香料だった。その毒はごく微量でも皮膚から吸収され、相手に何気なく嗅がせるだけでも致死量に達しうるもの。つまり犯人は永瀬に手の匂いちょっと嗅いでみてとふざけた仕草で手のひらを差し出し、毒を嗅がせて殺害したということ。何気ない仕草、無害に見える香り。しかしそれが密室殺人を成立させた最大の武器でした。永瀬に手の匂いを嗅がせた犯人は無事やったんかな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。監視カメラに異常はなして言ってたけど、手の匂いを嗅がせた場面は監視カメラに映ってたと思うんよな。次回予告。最後に対峙すると言ったのは本当に虫の話だったのか。壁に張り付いたままの死骸。なぜそれは叩かれていなかった？最後の一言が嘘だった時、真実が口を閉ざす。次回、雲の沈黙。デュエルスタン
ンバイ。雲の沈黙。郊外の一軒家で一人暮らしの料理研究家白井が死亡した。遺体は自宅キッチンで見つかり、死因は頭部強打による即死。第一発見者は弟子の夏希。約束の時間になっても出てこないため、合鍵で入室したと証言している。現場は整理されており、荒らされた様子はなかった。だが、キッチンの床には油にまみれたフライパンが落ちていた。さらに、床近くの壁には小さな蜘蛛の死骸が張り付いたままだった。状況から見て、白井は料理中に滑って転倒し、頭部を打ったと考えられた。ただ、夏希が白井は最後に雲が出たから片付けてくると言っていたと語ったことで、事故ではなく意図的なものの可能性が浮上した。調査の結果、いくつかの事実が明らかになった。白井は転倒時、床の右側に倒れていたが、フライパンは左側に落ちていた。フライパンには油が多量に残っており、まだ温かかった。蜘蛛の死骸は床ではなく壁に張り付いていた。キッチンの壁は油跳ね防止のタイル仕様で、滑るような素材ではない。そして床には滑った形跡がなかった。刑事は現場を一通り確認するとこう言った。最後に雲を退治すると言った相手が本当に雲を相手にしていたのか、それが肝だ。問題。この状況が事故ではないと判断された決定的な理由とは何？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。うち、雲は家の守り神って言われて育ったから、雲がひどい目に遭う話って苦手なんよな。雲の沈黙。一見、白井は調理中に雲を見つけ、フライパンを持って駆除に向かった。そう考えるのが自然でした。しかし、現場には滑った痕跡もなければ、転倒の軌道も不自然でした。転倒時に体は右側に倒れていたのに、フライパンは左手側、しかも油をたっぷり残したまま落ちていた。おかしいのはここです。調理用のフライパンに油を熱していた状態で雲を退治しに向かったとすれば、熱いフライパンを持って片手で壁の雲を退治しようとしたのか。だが雲は壁にいた。もしフライパンで退治しようとすれば、雲の死骸は潰れて床に落ちているはず。それがそのまま壁に張り付いた状態で発見されたというのは不自然だ。つまり白井は雲を退治していないことになります。彼は雲を片付けると言って別の目的で動いていました。しかもフライパンは温かいままでした。つまり使われていない、すなわち何も焼いていない状態。料理研究家が調理中にいきなり火を止めて他のことを始めるでしょうか？いいえ、これは雲を片付けてくるというセリフそのものが白井が誰かに対して何かを取りに行く口実として発した言葉だったことを意味しています。その瞬間に何が起きたのか。誰かが白井を襲った。計算された事故死のような構図だった。だが構図には破綻があった。最後の行動と残された証拠がどうしても一致しなかったのだ。事故ではない。沈黙していたのは雲ではなく現場そのものでした。なんかうまいこと言おうとしとるな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。結局雲殺しの犯人は誰やったんや。次回予告。灰色のかけらが語るのは終わりではなく始まりだった。
冬の日に溶けたのは器か、それとも弟子のための最後の言葉か。次回、灰の中の願い。